ナイフで切る時のコツがあって、刃物を押さないでこうスライドさせたりとか、あと角を切ったりとかするとこう切りやすい。料理する時とかでも包丁を切る時にこう上から下に落とすだけじゃなくて、こう刃物を滑らせるじゃないですか。あれと一緒ですね。よくなんか左利きの人とかって右利きに強制されてた時代あったじゃないですか。はい。職人の世界だとこの両手使えた方がいいんですよ。こうやってこう右利きだと右手作業したいなってくるけど、右手だけだとどうしてもできないところ出てくるんで、左手も使えるようにする。左手を使わなきゃいけない時が、この辺は訓練してなんとなくこうできるようになりました。全部右手でやろうとするとこう置いてこういう風に作業しなきゃいけないからやりづらいんですよ。なんでもうそれだったら左手使った方がいいじゃんっていう、こうやってやった方がいいじゃんみたいな感じです。こういう彫刻するってなると、こう木をくっつけて直すとか粘土みたいにってことはできないんで、一回失敗しちゃったらもう取り返しがつかないんで、緊張の連続ですよね。一体完成ですね。はい。うわすごい。東海さんのこのロゴっていうかね、はい、これが何をモチーフにされたのかっていうところなんですか。船。これは自分の作ってる器と、あと、スプーンだったりとかっていうのをモチーフっていうかこうちょっともじって船っぽい形にして、で木目ってこうなんかこう波みたいに見えるなと思って、でそこにこういう船の形をしたロゴが浮かんでるといいかな。でちょうどなんかコロナの時期に始めたブランドなんで、なんていうんだろう、荒波というかこう常にこう進んでいってるみたいな、そういうニュアンスで船を選んだって感じですね。一貝、器と貝を英語に直すとポット&パドルになるので、 P が2つつくじゃないですか、ポットとパドルで。で P2 つつなげて船の形にしてるっていう、そういうロゴです。もともとデザイン畑出身なんで、デザイン畑っていうか、学校がデザインの学校だったんで、そういうデザイン的な要素も取り入れられるっていうのが僕の強みかなって感じでやってます。
そこまでが塗りの前の作業なんですね。そうですね。失礼します。衝撃になってる。でた塗ってるんですよ。ちゃんと弾くんですよこれ。雪の日につけても大丈夫。水かかっても大丈夫。
構いろいろ試行錯誤した結果、このやり方が一番やりやすかった。ピンがね、こうしちゃうと下からこう通すんですけど、これ外れた時にこういう風につけちゃうと抜けちゃうから、こっち向きっすね。これがまた目が痛くなるんだ。でっかい印つけて、軽くつける。っていう感じですね。で、おしまい。